皆さんこんにちは、コイアス、開発チームの浦川誠太郎です。今日は皆さんと一緒に、コイアスを使って小惑星の探し方についてレクチャーしたいと思います。まずコイアスというのはですね、小惑星をはじめとする未発見天体の探索をですね、どなたでも行っていただけるアプリケーションです。使う画像はスバル望遠鏡の画像です。スバル望遠鏡の画像データを用いることによって、まだ誰も見つけていない直径数百メートル程度の暗く小さな小惑星をですね、専門的な機材や知識を持たない方でも見つけることができます。コイアスで見つかる小惑星の中にはですね、地球に近づくような危険な小惑星や、あるいは海洋星より遠方に存在する太陽系外縁天体といった珍しい天体も見つかるかもしれません。コイアスを使って様々な天体を見つけてみましょう。それではまず、コイアスの使い方、早速始めていきたいと思います。新規登録、ログインを行っていきます。まず画面右上にあります新規登録、ログインボタンを押します。で、初めての方は、ここ、新規登録を押してください。で、新規登録に4つ項目あります。ニックネームを入力してください。メールアドレスを入力してください。パスワードを入力してください。もう一度パスワードを入力してくださいとあります。で、まずニックネームを入力していただけばいいんですけれども、これは本名でもいいんですけれども、ここに書いたお名前がですね、この後何個小惑星を発見したかというランキングに載る名前となりますので、そのランキングの捨ても良い名前にしておいてください。はい。では、じゃあやってみますね。はい。例えばこんな風にニックネームを入れまして、次にメールアドレスを入れます。パスワードを入れて、もう一回パスワードを入れると。で、登録ボタンを押します。そうすると、この時点ではまだ本登録ではなくて、アカウントの仮登録が完了します。そして今打っていただいたメールアドレスにですね、本登録をするための、アクセス先が載っていますので、はい、まずここは一旦閉じましてですね、そのアドレス、メールアドレスを見に行ってください。メールアドレスに届いたリンク先をクリックすると、このような画面になります。で、続行するにはここをクリックしてくださいとありますので、ここを、はい、クリックしてください。これで、登録完了です。この登録完了した状態で元に戻っていただいて、はい、ここにアクセスをすると、今度はもう2回目なので、はい、ログインボタンを押すと、はい、このようにコイアスが起動できて、小惑星探しができる状態になります。で、では早速、この画面からですね、小惑星を探す方法についてお話ししていくんですけれども、まずこの画面の説明しておこうと思います。画面の上の方に画像選択、探索準備、探索再描画、手動測定、名前修正、レポート、最終確認とあります。で、現在画像選択だけが、色がついている状態でして、これが今画像の選ぶことができる、選択が操作できる、処理となります。で、この画面全体なんですけれども、この画面はですね、こう縮小拡大すると天球上のさまざまな星座が映っています。で、今回スバル望遠鏡で、撮像しているエリアっていうのはですね、このエリア1、エリア2、エリア3と呼ばれている地域が主な領域となります。したがって天球上すべてにわたってスバル望遠鏡のデータがあるというわけではなくて、このエリア1、エリア2、エリア3という領域に、スバル望遠鏡のデータがあります。で、ここの中からですね、小惑星探しをするデータを選ぶんですけれども、最初は一体どこを選んでいいのかなっていうのがわからないと思いますので、ちょっと探すのが難しいなと思われた方は、ここに自動選択というボタンがあるので、この自動選択ボタンを押してください。で、そうすると小惑星
探しに適した画像を自動的に選ぶことができます。で、これを選ぶと、ここ探索準備というボタンが出るので、探索準備ボタンを押します。はい、それでは、解析ボタンを押していきます。で、ここで解析スタートボタンを押します。解析スタートをすると、画像処理が自動的に行われています。で、すでに発見されている小惑星との照合や、自動的に検出する作業が行われます。で、今ぐらいの時間で終わりまして、今、上の方にですね、探索細描画というところがですね、グレーから白に変わりましたので、今これ選択できるようになっています。で、このボタンを押します。はい、ここからがいよいよ小惑星探しをする画面になります。まずはですね、左上の方に、画面全体の説明します。明るさを調整する機能がありまして、こう触ることによって明るさを調整することもできますし、コントラストも調整することができます。でも大体真ん中ぐらいでいいです。はい。で、次に、この画像なんですけれども、この画像はですね、スバル望遠鏡の画像からですね、遠くの恒星の多くを取り除いた画像となっています。でも、元々の画像を見たいなという方は、この車マークですかね、設定ボタンマークを押して、このマスクなしというところをクリックしてください。そうするとですね、スバル望遠鏡が撮った本当のそのままの、画像が出てきます。これぐらいたくさんの星々が映ってるんですけれども、今、遠くに映る恒星は小惑星ではないのでですね、それは必要ないので、画面から削除していく方が、除いていく方が小惑星探しはしやすいです。はい。というわけで、このような画像になりました。で、上の方に1、2、3、4、5とありますけども、これは5枚の画像を表しています。で、この5枚の画像をですね、パラパラ漫画のようにして動かすことによって移動している天体を探していくわけです。で、今、ここの黒い四角に赤い数字で H00015 とかですね、こういう番号がついています。この黒い四角で囲まれた領域が小惑星候補の信号となります。ただこの信号には本物の小惑星とノイズが含まれています。なので皆さんには、この小惑星、本物の小惑星かノイズであるか、これの判別作業をしていただく。そしてこの判別することによって小惑星を発見していくということになります。で、どうやって判別するかなんですけれども、まずは、ここの左上にですね、この再生ボタンみたいなのがありますので、このボタンを押していくと、この5枚の画像がパラパラ漫画のようにですね、0.25 秒ごとにパラパラと変わっていきます。はい。こんな感じですね。で、この中から、移動していると小惑星と認定していきます。この秒数はいろいろ変えれるので、皆さんが見やすいものに設定していただければいいと思いますし、一枚一枚見たいなという方はですね、カーソルの矢印ボタン、右を押すことによって、1、2枚、3枚、4枚、5枚とペラペラとめくっていくことができます。はい、左矢印を押すと逆に戻ることもできますので、使いやすい方法で小惑星探しをしてください。では、実際に探していこうと思います。まず、ここを見てみると、まずは黒い四角を見ますね。黒い四角なんですけど、動いているものがなさそうです。で、このスクロール画面があるので、スクロール、下半分を見ていきますと、わかりますかね？ここの H0001 番に注目してください。左下の今3つ見えてると思うんですけれども、左下の天体です。これの1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目を見てみるとですね、同じように右下の方に動いていってますね。はい、これ小惑星です。で、しかも未発見の小惑星です。で、これを未発見の小惑星見つけたなと思ったら、クリックしてください。
はい。で、クリックすると赤四角に変わります。これで、認定作業が終了したことになります。で、もう少し探していくと、どうやらこの左上のこの天体、左上の H0002 というものも小惑星みたいですね。これも認定していってください。さらにもう一つ見てみますと、H0000 番、これも小惑星だと思われるので認定していってクリックします。はい。じゃあもう少し他にもないかなというのを探していきます。はい、今のところ、この3つでいいかなと思います。はい。で、この3つでいいかなと思ったらですね、右下に再描画というボタンがあるので、この再描画ボタンを押してください。はい。そうすると、このさらにですね、上の方にですね、今度手動測定と名前修正というボタンが出ました。さらにレポートというボタンも出ました。はい。で、ここでちょっと確認をするんですけれども、先ほど選んだ3つの天体、小惑星候補はですね、H00、112番、113番、さらに111番と番号付けされました。で、最初の方、上の方を見ましたけれども、全部ノイズだったんですね。それは、選択されていません。で、選択した3つのみが小惑星として認定されています。で、ここでレポートというボタンを押すと、この観測結果を、まとめる、レポート文にまとめるモードに入ることもできるんですが、今一度もう少し細かく見ていってみましょう。そうするとですね、この今、H00113 番のこの3枚目、4枚目、5枚目の左上の方にもですね、小惑星いるんですね。はい。いるんですけれども、自動測定に引っかからなかった天体があります。で、これを手動測定をすることが、そういった天体はですね、自動測定でかからなかった天体は手動で測定することができます。で、そのためにはこの手動測定名前修正ボタンをクリックしてください。で、そうすると、先ほどの画面に出てきたんですけれども、ちょっと3枚目がいいですかね。3枚目、ここに H00113 番の左上の方、ここ右上の方にですね、座標も出るんですけれども、ここ座標値で言うと520の1087ぐらいですね。そこに、カーソルを合わせてクリックをします。そうすると、その拡大画面が出ますので、これが真ん中に白く見つかっているのが小惑星なんですね。この小惑星を3点で四角で囲んであげてください。こんな感じで。で、これ何してるかっていうと、この囲んだ範囲を測定しますよということで、この四角の対角線の中心が小惑星の位置となりまして、この四角の範囲の明るさを測定します。で、これができましたら完了ボタンを押すと。で、次枚数ちょっとペラッと画像をめくると、ここに同じ天体がいます。で、3点で囲んで完了。さらに次の画像に行きまして、3点で囲んで終了なんですが、もしこれ変な風に囲んでしまったらですね、このやり直すボタンがあるのですね、やり直すボタンを押していただくと、正確に四角を囲むことができると思います。これで一つ終わりました。で、もう一つないかなと探してみるんですけれども、そうですね。この H0111 番の右の方に少し明るい天体があります。座標で言うと1490の1510ぐらいですね。2個目の天体です。自動でかからなかったけど手動で測定できるもの。そういった天体をですね、この右上のこのプラスボタンを押してですね、次の測定に入っていってください。これを押しますと。1個押しすぎたのね。で、押しすぎた場合は、削除ボタンで、消していただいて、
次2個目の測定に入っていきます。で、カーソルクリックして、同じように3点選ぶと、残り1点保管して、はい、四角形ができます。次の画像、これですかね。きれいに四角で囲んであげてください。これかな。はい。で5枚目には映ってなかったんですね。はい。このように手動測定も行うことができます。で、手動測定まで終わりましたら、この再描画ボタンをもう一度押してください。はい。これで、自動検出もしましたし、手動での測定も完了しました。で、いよいよレポートモードに入っていきます。で、このレポートモードを押すとですね、この観測結果を、小惑星の軌道データを一元的に管理しているマイナープラネットセンター、そこに、送るための、報告フォーマットが出来上がります。で、皆さんに打ってほしいのはですね、この測定者名です。この測定者名は、皆さんご自身のお名前になります。はい。で、これは、国際機械にきっちり、登録されるものですので、正しく名前を打ってください。イニシャルで、名前、コンマして、名字という感じで打ちます。はい。で、これで、もう測定完了なんですね。で、確認完了メール送信ボタンを押していただいてもいいんですけれども、ここにファイルをダウンロードというボタンがあります。このファイルをダウンロードというボタンを押すことによって、この測定結果をですね、皆さんの手元に保存することができます。一つはこの send_mpc テキストというファイルでして、この画像、このファイルはですね、マイナープラネットセンターに送るそのもののデータになっています。で、さらに final_all というファイルがありまして、これはですね、誤差付き、明るさに対する誤差付きのデータとなっています。エラーバーがついています。で、あと、非常に荒いんですけども、簡易の起動とかも書いています。で、もし研究者の方で、きっちりした速攻データとか、そういうのが欲しいのであれば、こちらのデータをダウンロードしてご自身で研究に生かすことができます。はい。で、これらの作業を完了して、最後に確認完了メール送信ボタンを押すと、作業が完了します。これ確実に押しておいてください。これを押さないと、報告が完了したことになりませんので。で、完了すると、このように測定完了です。はい。今の例だと、4個の新天体候補と1個の基地天体をですね、MPC マイナープラネットセンターに報告しましたということで、これでコイアスで発見された新天体候補は合計87個になりましたということで、こういった作業を続けていくことによって小惑星探しがどんどん進んでいきます。で、最後、はい、ここでこれで次のところに最初に戻って続けることができますし、もう終わりでいいなと、今日はここまでっていう時は、最終的にこの×ボタンを、タブの×ボタンを押すことによって、ログアウトすると同じことになります。基本編は以上となります。